1、手紙。陽子は朝、夫が仕事に出かけた後、やっと自分の時間ができた。いつものように、彼女はずっと書斎にいた。その書斎で、彼女は今、小説を書いているのだった。陽子はとても美しい人だった。そして、有名な作家であり、陽子の小説は、たくさんの人から気に入られていた。この頃は、彼女は、市長である夫よりも、有名だった。彼女の小説が好きなたくさんの人から、毎日のように、何通もの手紙が届いた。今日もメイドが3通の手紙を持ってきた。陽子は、机の前に座ると、仕事をする前に、今日、届いた手紙を読まなければならなかった。あなたの小説がとても好きです。あなたの小説は本当に面白いです。など、どれも同じような内容ばかりだったが、彼女は自分に送られた手紙は全部読むことにしていた。陽子は短いものから読み始め、2通が読み終わると、3通目の手紙を見た。原稿のようなものが入った、とても厚い封筒だった。今までも、このように原稿を送ってくる人がよくいたが、ほとんどの原稿はつまらないものだった。陽子は、原稿のタイトルだけでも見てみようと思い、封筒を開けてみた。開けてみると、それはとても厚い原稿だった。しかし、タイトルも、作家の名前もなく、奥様、という文字が書かれていた。彼女は、タイトルも、作家の名前もないわ。これは変ね。これは原稿じゃないのかしらと考えながら、ゆっくり読み始めた。読んでいる間に、だんだん嫌な気持ちになってきた。とても迷ったが、手紙の内容が気になるので、彼女は先を読むことにした。奥様。私のような知らない男から手紙が届き、奥様と呼ばれて驚かれたでしょう。とても失礼だと思いましたが、手紙を書きました。これまで私のしてきた悪いことを奥様に伝えて謝らなければなりません。ここ数ヶ月、私は誰にも会わない生活をしてきました。この世界には誰も私のしたことを知っている人はいません。もし何もなければ、私はこの世界に戻ることがなかったかもしれません。しかし、この頃、私の考えが少し変わりました。奥様に謝りたいと、とても思うようになりました。このように言っただけでは、奥様はわからないと思いますから、どうかこの手紙を最後まで読んでください。そうすれば、どうして私が謝りたいと思ったか、どうして奥様に私のしてきた悪いことを伝えなければならないのか、わかっていただけるでしょう。2、醜い人。何から書き始めたらいいか迷います。この話はとても不思議なので、どこから話せばいいか迷います。話の最初から書きましょう。私は醜い人間です。これをどうかはっきりと覚えておいてください。そうでないと、もし奥様が私にお会いになったとき、私の醜い顔や変な体が目に入り、あなたは怖く感じるでしょう。そうなると、私は悲しくなるのです。私はとても哀れな人です。醜い顔を持ちながら、心の中には熱い気持ちがありました。私は自分が醜い顔の貧しい大工だという現実を忘れ、いろいろな現実から遠い夢を見ていました。もし、私の顔が醜くなかったら、たくさんの女性が私のことが好きになるかもしれません。もし、
お金持ちだったら、お金でいろいろな幸せを買ったでしょう。しかし、私は何も持っていない、一人の貧しくて醜い、大工です。家具を作ることで、やっと生活しています。私はいろいろな椅子を作ることができて、お客様に満足いただいています。そのため、お金持ちからの注文がたくさんありました。お金持ちの注文は難しいものばかりでした。私はお客様が満足する椅子を作るため、とても苦労していました。でも、たくさん苦労をすれば、椅子が完成したとき、とても幸せなのです。私は、一つの椅子が完成すると、自分で椅子に座ってみたり、立ってみたりします。つまらない大工生活ですが、その時だけは、一番幸せを感じるものです。このような豪華な椅子が買える人は、お金持ちなのだろうと思いました。椅子に座って、この椅子が美しい庭や大きい部屋のある家に送られたことを考えると、自分がその家の主人になったような気がしました。お金持ちになった私が、自分の作った立派な椅子に座っています。そして、私の近くには、小さくて美しい女の子が座り、笑いながら静かに私の話を聞いています。しかし、いつもその時に、子供たちやおばさんの大きい声で、私は美しい夢から現実へ戻ってしまいました。現実に戻った私は、また醜い自分を見ることになりました。私が作った椅子だけが、静かにそこにあって、私の見た、美しい夢のままでした。でも、この椅子もすぐに、私の世界とは別の世界へ送られてしまいます。このように、一つ一つ椅子が完成すると、いつも私は悲しくなります。この言葉にできない嫌な気持ちは大きくなっていきました。私は頭が変になりそうでした。毎日こんな生活なら死んだ方がいい。と考えていました。でも死ぬこともできるなら生きるためにもっといい方法がないかと私の考えはだんだん怖いものになっていきました。3. 大きい革の椅子。ちょうどその頃、ある客から4つの革椅子の注文がありました。それは、今まで誰も作ったことがないような大きい革椅子です。完成したら、椅子は外国人が経営しているホテルへ送られるそうです。その客は、そのホテルはとても豪華なホテルで、いつも家具は国から送ってもらっているが、時間もお金もかかるので、初めて日本の大工に頼んでみるそうだよ。と言いました。その客の話を聞いて、私はもっと夢中になりました。いつもより苦労して作った椅子を見て、今まで感じたことがないような気持ちになり、とても嬉しかったです。いつものように、私はその椅子の一つを出して、ゆっくり座ってみました。とてもいい椅子です。私は椅子に座ったまま、美しい夢を見ていました。だんだんこのような、美しい夢から出たくなくなり、頭の中に変な考えが出てきました。最初は、とても苦労をして作った、この椅子から離れたくない、できれば、ずっと近くにいたいと思っていました。しかし、椅子に座って、美しい夢を見ていると、この気持ちが大きくなってきて、最後に、ある変なことを考えました。私は4つの椅子を作りました。その中で、一番よくできた椅子を、もう一度作りました。それはとても大きい椅子で、外の皮は椅子の足までありました。
椅子の中はとても広いので、人間が一人入っていても、外からはわかりません。私は、椅子の下に、足が、椅子の上に、頭や体が入れられるように作って、ちょうど椅子のように座れば、その中に入ることができるように作りました。椅子の中は広いので、食べ物や飲み物など、生活に必要なものを入れることができました。椅子の中に2、3日いても何も問題がありません。この椅子はまるで一人の部屋のようでした。新しい椅子はすぐに完成しました。私は椅子の下にある小さいドアを開けて中に入りました。中は暗くて静かでとても不思議な場所でした。椅子の中にいるとまるで透明なコートを着たように私がどこにいるか誰にもわかりません。そして私は注文先に電話して明日椅子を取りに来たとき私は店にいません。どうぞホテルまで運んでください。店のドアは閉めておいてください。と伝えました。注文先はわかった。と言いました。4. 透明人間。次の日の朝早く、私は椅子の中に入り、注文先の人が椅子を取りに来るのを待っていました。しばらくすると、注文先の人たちが来て、椅子を運び始めました。私が入った椅子を運ぶとき、一人の男の声が聞こえました。その男は、この椅子、重い。と言ったので、椅子の中の私は緊張してしまいました。他の椅子も大きくて重いので、男たちはそう言っただけで、変だと思わなかったようです。しばらくすると、椅子を運ぶ車が動き、その数時間後、椅子はホテルに着きました。私が入った椅子は、ホテルの部屋に置かれていると思っていましたが、部屋ではなく、客が新聞を読んだり、話をしたりするラウンジのような場所でした。奥様、ここまで読んでいただけましたら、気がついたでしょう。私の目的は、人がいない間に、椅子から静かに出て、ホテルの中を歩き回り、盗むものを探すことです。椅子の中に、人が入っていることを考える人はいないでしょう。私はまるで透明人間のように部屋から部屋を歩き回ることができます。人に気がつかれないように椅子の中に戻れば誰も私に気がつきません。この誰も考えたことがない方法はとてもうまくいきました。ホテルに着いた次の日には私はたくさんのものを盗んでいました。たくさんの人があっちへ逃げた。こっちへ逃げた。そっちへ逃げた。と、私を探している声を聞くことも楽しかったです。でも今は、もう盗むことの話をしたくありません。盗むことより、幸せなことを見つけたからです。その幸せなことを、奥様に話したかったので、手紙を書いたのです。話は、私の椅子がホテルのラウンジに置かれた時のことから始めなければなりません。椅子がつくと、ホテルの経営者たちが椅子に座るために私の近くに来ました。そして、椅子に座りました。でも、その後は、部屋が静かになり、何も音が聞こえなくなりました。部屋に誰もいなくなったからでしょう。でも、椅子から出るのは、まだ怖かったので、私は緊張しながら、外の音を聞いて待っていました。しばらくすると、足音や男の人の声が聞こえました。彼は電話で話をしていました。それは英語だったので、私は
話の内容がわかりませんでした。足音や声がだんだん大きくなってきて、私が緊張している間に大きくて重い体が座ってきました。男は私の膝の上に座っていて、まるで私が彼を抱いているようでした。そして彼はタバコを吸っていたようで、椅子の中までその匂いがしてきました。奥様、それがどのくらい不思議だったか分かっていただけますか？私は暗い椅子の中でとても緊張していました。体の全部が冷たくなり、寒く感じ、手が震えていました。私は椅子の中に座り、体を動かすことができなくなってしまいました。その男から始まり、その日、一日、私の膝の上で、いろいろな人が座ったり、立ったりしました。そして、誰も私がそこにいることに気がつきませんでした。私は本当に透明人間になりました。5、椅子の中の恋。椅子の中で、私は別の世界を感じることができました。そこでは、人間というものが、いつも見ているのとは、別のもののように感じられます。いつもは顔を見て人を知りますが、この椅子の中では、顔ではなく、声や足音を聞いて、匂いを感じて、足に触れることで人を知ることになります。女性への考えも以前と違ってきました。以前は、女性を好きになることは、その人の顔を好きになることから始まりました。相手が自分の気に入る顔なら、簡単に好きになります。でも、椅子の中の世界では、相手の顔を見ることができません。音と匂いを感じ、体に触れ、女性を好きになります。ある日、椅子の中にいる、私は、一人の女性に夢中になりました。彼女は、私の椅子に座った、最初の女性でした。声を聞いて、私は、彼女が若い外国人の女性だと思いました。ちょうどその時、部屋に誰もいなくて、彼女は、何か、嬉しそうに、小さい声で歌を歌いながら、ラウンジに入ってきて、私の椅子に優しく座りました。彼女は、私の膝の上で、時々、歌を歌いながら、体を、右や左に動かしていました。これは私には、今までに感じたことがない、大きなことでした。それまで私は、女性の近くにいたことがありませんでした。しかし、今、私は、知らない外国人の女性と、同じ部屋で、同じ椅子に座っています。彼女は、何の心配もなく、私の膝の上に座っていました。椅子の皮はありますが、私は彼女を抱いているように感じました。この驚くことを見つけてから、私の目的が少し変わりました。最初の目的は、盗むことだけでしたが、盗むことより、人に触れることが好きになったのです。この椅子の中の世界は、本当にいい世界だと思いました。現実の世界では、私のような、醜い人は、貧しくてつまらない生活をしなければなりません。しかし、この暗い椅子の中なら、外の世界では、手が届かない、美しい女性たちの近くにいることができて、彼女たちの体を抱くことができて、彼女たちの匂いを感じて、声を聞くことができました。これは、椅子の中の恋で、光のない世界の恋です。6、光のない世界。最初の目的は何かを盗むことでしたので、たくさんのものを盗んだら、すぐホテルから出ようと考えていました。しかし、私は、椅子の中、
光のない世界の恋に夢中になってしまい、ホテルから出る気持ちがなくなり、椅子を自分の家にして住んでいました。ホテルを自分の家のようにして、1ヶ月も2ヶ月も泊まる客もいますが、ホテルはホテルであり、ほとんどの客は1日か2日だけホテルに泊まります。ホテルの客はよく変わるので、私の恋の相手も変わってしまうのです。そして、このホテルは外国人が経営しているので、客は外国人ばかりでした。いろいろな人が私が入っている椅子に座りました。大きい人もいれば小さい人もいました。背が高い人もいれば低い人もいました。いろいろな声が聞こえました。私は全部のことが不思議に感じていました。毎晩、椅子から出るとき、誰にも気がつかれないように気をつけました。このように、私は何ヶ月も椅子の中に住んでいました。私は自分でも驚いていました。一日中、椅子の中にいたままだったので、体を動かすことができず、体が変になってしまいました。歩くこともできなくなりました。食べ物を探すときも、犬のようにしていかなければなりませんでした。私は、自分の頭が変になったのだろうと、時々思います。でも、私はこの世界から出ることができませんでした。それから数ヶ月後、一人の男が私の椅子に座って、電話で話していました。このホテルは売られることになり、日本の会社に買われるそうです。そして、その日本の会社は豪華すぎる家具が好きではないので、ホテルの豪華な家具を全部売ることにしたそうです。そうしたら、私の椅子も売りに出されるでしょう。私はそれを聞いて悲しくなりました。光のない世界から元の世界に戻り、新しい生活を始める時が来たのかもしれないと思いました。もう、たくさんのお金を盗んであったので、元の世界に戻っても、以前のような貧しい生活をすることはないでしょう。しかし、私はよく考えました。この外国人のホテルを離れることは悲しいですが、離れたらいいことがあるかもしれません。数ヶ月の間に恋の相手はたくさんいましたが、外国人の女性ばかりでした。彼女たちは立派でしたが、私は彼女たちの言葉がわからないので、少しつまらなかったです。売りに出されたら、私の椅子は日本人に買われ、私は日本人の家に行くことができるかもしれないと考えました。私はもう一度椅子の中に住んでみることにしました。7. 本当の恋。数日後、一人の客が私の椅子を見に来ました。その人はすぐに私の椅子を買いました。買ったのは市の有名な人で、彼の家はホテルから少し遠かったです。その家に行くとき、車が右に行ったり、左に行ったりしたので、私は椅子の中でとても気持ちが悪くなってしまいました。でも、買った人が外国人ではなく、日本人だと思うと、とても幸せな気持ちでした。私が入った椅子を買った日本人は、大きくて豪華な家に住んでいました。私の椅子は、その立派な家の書斎に置かれました。その書斎は、家の主人より若くて、美しい奥様に使われている部屋でした。私は、そのことにとても満足しました。その後の1ヶ月、私は奥様といつも一緒にいました。食べる時間と寝る時間だけ、奥様は別の部屋へ行きましたが、奥様の小さい体はいつも
私の膝の上に座っていました。その頃、奥様はずっと書斎にいて、小説を書いていたからです。私が、どのくらい彼女に夢中だったか、どのくらい彼女を愛していたか、言わなくてもわかるでしょう。彼女は、私が初めて会った日本人の女性で、とても美しい体を持っていました。私は、初めて本当の恋を覚えました。どうして、本当の恋だと思ったのか考えました。それは、私は彼女にだけ、これまで、一回も感じなかった気持ちを感じていたからです。声を聞いたり、体に触れたりするだけでは、満足できず、私のことを、奥様に言いたいと思ったのです。できれば、椅子の中にいる私に、気がついてもらいたかったのです。そして、それができないと分かっていても、私は彼女に愛してもらいたかったのです。でも、それを彼女にどう伝えればいいでしょうか。もし、椅子の中に人がいることを伝えたら、彼女はとても驚いて、部屋から逃げて、主人やメイドにそのことを話すでしょう。そうすると、私が彼女と一緒にいることは、できなくなるでしょう。私は考えました。私は、彼女が、私の椅子に、いい気持ちで座れるようにしようと思いました。そうすると、彼女はこの椅子に、恋をするかもしれません。彼女は作家なので、他の人より、いろいろなことを感じることができると思います。もし、彼女がこの椅子を、ものではなく、一つの生きるものだと感じ、私を愛してもらえたら、それだけで、私はとても満足なのです。この椅子を気に入ってもらうために、彼女が私の上に座るとき、私はいつも優しく抱くように気をつけました。そして、彼女が疲れていそうなときは、いつも、私は優しく、膝を動かして、彼女がいい気持ちになれるようにしました。8、人間椅子。本当かわかりませんが、最近、彼女は、私の椅子に座ることが好きになったと思います。彼女は、まるで恋人の腕の中にいる小さい女の子のように、私の椅子に優しく座っています。時々、彼女は、私の膝の上で、恋人の腕の中にいるかのように、何の心配もなく、寝ます。そのようにして、彼女への気持ちは、だんだん大きくなっていきました。そして、ある日、私は、自分でも信じられない考えを持つようになりました。一回だけでいいから、私の恋人の顔を見て、話すことができれば、もう死んでもいいと、私は思ったのです。奥様、あなたは、もうわかったでしょう。私の恋人というのは、あなたのことです。ご主人が私の椅子を買ってから、この哀れな私は、あなたに恋をしていました。奥様、どうかお願いです。一回だけでいいので、私に会っていただけませんか。その時、少しでいいので、話をしていただけませんか。どうか、私のお願いを聞いてください。私は昨夜、この手紙を書くために、家から出ました。奥様に、こんなことを、目の前で言うのはとても失礼なことだと思ったからです。そして、今、あなたがこの手紙を読んでいるとき、私は緊張しながら、家の外を歩き回っています。もし、私のお願いを聞いていただけるなら、書斎の窓の近くに来てください。そして、窓を開けてください。窓が開いたら、私は、あなたの家に行きます。奥様、どうかお願いします。私は、あなたを愛しています。
手紙を読み終わった陽子の手は震えていた。とても怖くなり、彼女はすぐにその椅子から離れて、隣の部屋まで走った。しかし、彼女はまだ震えていた。毎日座っていた、あの椅子の中に、男が入っていたとは考えたことがなかったのだ。怖い。どうしよう。と、陽子は震えながら言った。今は夏だが、彼女は体の全部が寒く感じ、手が震えていた。どうすればいいのか、彼女はわからなかった。椅子の中を見てみようか。いいえ、私はそんな怖いことはできない。そこに、もう、人がいなくても、彼が使ったものが、まだそこにあるかもしれない。と、彼女は思っていた。奥様、手紙が届きました。陽子は驚いて、後ろを見ると、そこに一人のメイドがいた。彼女は、今、届いた手紙を持ってきた。メイドは、陽子に手紙を渡すと、部屋を出て行った。陽子は、何も考えないまま、開けようとしたが、また驚きすぎて、手紙を持つ手が震えた。その手紙に書いてある文字が、さっき読んだ怖い原稿と同じ文字だったからだ。陽子は、手紙を開けようか迷い、部屋の中を歩き回った。最後には手紙を開いて、緊張しながら手紙を読んだ。手紙は短いものだったが、そこに書かれていた内容は、彼女をまた驚かせた。手紙には、こう書いてあった。陽子先生。このような手紙を送り、失礼しました。心から謝ります。私は、先生の小説がとても好きです。前に送った原稿は、私が書いた小説です。読んでいただき、先生のお考えを教えていただけませんか。原稿は、この手紙を書く前に送っておきましたので、もう読んでいただいたと思います。いかがでしたか。原稿にはタイトルを書きませんでした。タイトルは、人間椅子にしたいと考えています。私の小説を、陽子先生に気に入っていただければ、私はとても幸せです。